これどうやったら思いつくのっていうセリフ。普通の人には到底思いつけないセリフ。私じゃなくても見逃さない。それでは本編スタート。あいつの場合に限って常に最悪のケースを想定しろ。奴は必ずその少し斜め上を行く。レベル E。レベル E はそういうの多いな。富樫の美味しい部分が一番よく出た作品だと思う。一体どうすれば。俺、風車に中年男性くくりつけるの初めてだから。金田一少年の事件も外伝、犯人たちの事件も。犯人たちのは作者の言葉選びのセンスが相乗効果を出して最高でしたわ。金田一の犯人たちのやついいよな。どの漫画も好きなやつで嬉しい。作者のセリフ回しによるキャラと世界観が光り輝くのが素晴らしいわ。やはり暴力は全てを解決する。この切れ味。私、子供ができちゃったみたいなの。そりゃすげえ。今度産むとこ見せてよ。アキラ。大友はセリフ回しも天才。金田秀。まあ金田も大概だがそういう世界観だというのもよく現れてるゼリフ。死ぬ前に一度全裸美女で満員の日本武道館でもみくちゃにされながらジョニー・ビー・グッドを歌ってみたかった。ゴーストスイーパー三上極楽大作戦。大好き横島。横島のセリフ全般、異次元のセンス溢れてるわ。釣れたいに合ってるかわからんが、尻、太ももの衝撃もすごかった。なるほど、ものすごくなるほど。青い炎。シンプルなのが好き。それじゃまるで、ゴリラのお人形。だぜ。特攻の卓。名言製造漫画。事故るやつはハードラックとダンスっちまったんだよ。普通の感覚じゃこのセリフは出せないわ。クソ雑巾どもが2人死のうが2兆人死のうが何人死のうが知ったことか。ヘルシングはいい。特に少佐の演説は間違いなく天才。あんなセリフ回し真似しようとしても絶対思いつかない。平高原学園に行ったら BGM 代わりにアニメの少佐の演説がエンドレスリピートされてて草生えた。洗脳施設やないか。ヘルシング、ドリフターズのセリフ回しはどれもこれもインパクト強いよね。いくつになっても男子は刀を振り回すのが好きだろう。ゴールデンカムイ。この発言を置いた土方と思想に言わせたのが最高に痺れた。セリフだけでも十分かっこいいのに。この時代に老いぼれを見たら生き残りだと思えばいいよね。なんて迷惑なロマンなんだ。ガンム。キレッキレ。大観山オシャルファック決めやがったな。デトロイトメタルシティ。初期の頃のセリフ好きだった。わてらの友情パワーを見せつけてやるんどす。友情パワー、あいつが言うとこれほど虚しい言葉はねえべ。言わせてやれ、生まれて初めて使う言葉だ。南北少年パプワくん。一生忘れられそうにないセリフ多い。こじこじ、君、将来一体何になりたいんだ。それだけでも先生に教えてくれ。な。こじこじだよ。こじこじは生まれた時からずっと。将来もこじこじはこじこじだよ。こじこじ。桜桃子さんの文章センスは別格。君、どうやって不良になったんだい？転落の仕方を教えてくれよ。テンポも切れ味も格別なんよ。少なめの脳みそでよく考えたな。ジョジョの奇妙な冒険。マイレスト荒木罵倒。ジョジョの罵倒はひどすぎてスカッとする。作者はすごく上品な感じなのに。下品な内容なのに過度に気持ち悪くならないバランスが絶妙。また、何かくだらないこと始めたな。ドラえもん。昔の漫画って短くて強烈なセリフ多い気がする。おおらかだったからね、いろいろと。なんという卑怯で、残酷で、陰険ないじめ方だ。そんなことするやつは人間のクズだ。藤子 F 不二雄先生のはシンプルな言葉でかつ切れ味が鋭い。難しすぎる漢字を使えない制約がかえってシュールさを際立たせてる。そこも狙った上の言葉選びなんだろうな。バカじゃねえ。こちとら毎日教育テレビ見てんだぜ。チェンソーマン。一周回ってかっこよくすら思えるセリフが多い。ハンター。テトだし先生っぽくて好き。またこうやって慣用句を作ったなって思った。ごめんよ、キャシャリン。まあこれもいつか素敵な思い出に変わるから。すごいよ、マサルさん。この1コマで笑え。お前のパンチを食らって倒れなかったのは、俺が初めてだぜ。意味がわかるとかじゃなく、この勢いが大事だと分からせてくれる1コマ。本当かどうかは問題じゃない。自分の誕生日を知っていること、それ自体がすでに幸せなんじゃないかと僕は思うんだよ。ブリーチ。なんだかんだブリーチの人のセンスはすごい。絶対思いつかないセリフ回し多い。死ね、この脇役、貴様の死を通じて人間的に成長してやる。神聖モテモテ王国。モテモテ王国はごく自然に文章を崩壊させる塩梅がほんとうまい。私の城に入るのに裏口から入らねばならん理由があるのかね。
鋼の錬金術師の大総統のセリフは全般好きだが一番好きなのはこれ。なめるなよ。あれは私が選んだ女だ。これとツートップだな、どっちも1位。僕にはとてもできない。魔法陣ぐるぐる。妖精のツッコミも相まって大好きなセリフ。魔法陣ぐるぐるの名言集、セリフを思い出すだけで爆笑できた。ここのババアは良いババア今でも歌えるくらいハマった。アニメでの声優さんの歌い方も完璧だったんだよな。この話番外編なのにセリフと話のテンポ良すぎて作中一番笑える。肩の後ろの2本の角の真ん中にあるトサカの下の鱗の右。これほんと好き。それは祖母がまだ少女で恐竜がいた頃のことだが、恐竜が入ってこないよう犬を飼っていた。動物のお医者さん。ちのむん。ナレーション。でオーボラ服のいいよね。この歌詞読みにをかけてもいい。頭に残る文章が多い。神か、最初に罪を考え出したつまらん男さ。コブラ。ヒュー。コブラは本当にこれ数通ってセリフさらりと出してくる。当ててみろ、ハワイへご招待するぜ。このセリフをすっと挿入できるセンスには参るよね。きっと未来の慣用句なんだということで納得している。信じられない。この世にスチールを引きちぎれる人間がいるとは知らなかった。だろうな、特に PR はしてないからな。かっこよすぎていつまでも話したい。コブラが強すぎ。貴様らサイヤ人は罪のない者を殺さなかったとでも言うのか？だから滅びた。俺が滅ぼしたんだ。サイヤ人はなんとなく気に入らないんでね。ドラゴンボール。フリーザの返し込みで好き。スコスコティッシュフォールドとかよく思いついたな。スナックバスへ。すごい発想のセリフかはわからんけど発言者のうざさは伝わってくるな。コミックボンボン。漫画みたいなドラ息子。センスを感じる。俺に聞いて何か答えが出ると思っているならお前は愚かだぜ。鬼滅の刃。やっぱ鬼滅は序盤。中盤くらいに名セリフが集中してる気がする。俺からエレナの島で奪う気か。ガンソード。ないもんねだりしてるほど暇じゃねえ。あるもんで最強の戦い方探ってくんだよ。一生な。アイシールドもなかなか。アイシールドは地味に各校のチア応援の語感が良くて言葉選びのセンスを感じる。どけ、俺はお兄ちゃんだぞ。呪術廻戦。これよりお兄ちゃんを遂行するの方がわけわかんなくて好きだな。どっちもわけわかんない？そうね。焦燥の名セリフメーカーアプリも出したんなん猫はハマるとすごいの出してきて好き。モノローグだけど国選は微笑む相手を選ばないとか。俺からお前に言えることはただ一つ。止まるな。俺を信じろ。オッケー2つね。これ好き。どっちも自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ。ドラえもん。誰でも読みやすい子供向け漫画にさらっと心理を入れてくるセンス。レベチですから。のび太語録好き。川へ身投げしようかと思ったけど、泳げないからやめた。もう少し上手くなってから練習した方が、家を出ないで、家でする道具はないかしら。のび太だと。なぜだ？なぜお菓子は食べるとなくなるのだ？とか。勉強して発明するんだ。勉強しなくても頭の良くなる機会を。も好き。お菓子は一周回って哲学的にすら思えてくるし。勉強しなくてもいいように勉強するって本末転倒でありながら真理でもある気がするんだよな。でも当ののび太は絶対そこまで考えてないところまで含めて好き。明日、ヒットスタジオ、ニト川純が出る。悠々白書。やっぱこれでしょ。これほんと秀逸。空気感を描く小回りの魔術師。戸田氏の本領発揮。永久期間が完成しちまったな。これでノーベル賞はお連門だぜ。チェンソーマン読んだことないけどこれめちゃくちゃ好き。お前もしかしてまだ自分が死なないとでも思ってるんじゃないかね。悠々白書。絵もセリフもキレキレ。一度見た技を二度食らうのは三流のやることだろ。かっこいい。これ何のセリフ？流浪に献身、日本剣術の行く末を憂う侍する義来重太先生の技を謙信がさばいた時の佐之助のセリフ。これ初めて見たけど、ちゃんと123で並べてるのセンスあるな。才能なんてちんけな一言で片付けてくれるなよ。この意味が大人になってようやくわかった。しみじみ思うわ。結局継続する努力に勝るものはない。メダカの絵迎えの怪文書はほんとよく書いたなと。西尾の平常運転だな。あれは、そうだな、で締めるところが肝。西尾維新は絵の才能がなかったから小説に走ったが、仮にあったらどうなってたんだろうな。逆に絵の才能がなかったからあんな文章が書けるかもしれんが。文章に振り切ったからそこまでの文才を得ることができた。と思わなきゃやってられん。キャベツ畑やコウノトリを信じている可愛い女の子に無修正のポルノを突きつける時を想像するような下びた快感さ。悠々白書、五木。昔はこの辺りのやりとりがよくわからなくて五木をなんとなくかっこいいやつと思ってたけど、今見ると本当こいつがガンだな。
富樫のセンスがすごい。似たような回りくどいセリフ考える人はたくさんいるが確実に違うんだよね。別格、30年近く前の漫画で特に名言でもないのにこんなに記憶に残ってるセリフってのがすごい。女の価値は顔じゃねえ、おしゃれかどうかだ。ブリーチ、アスキンナックルバール。これは心底しびれたぜナックルバールさんよ。ちょっと勘弁してよ。法律が許すならおめえらの命なんてどうでもいいけどさ、私に引き殺させる気。ジョジョの奇妙な冒険。このリズム感なんなの？まさに異次元。あるあるとは言えないけど説得力が違うのよ。明日の朝刊乗ったぞ、てめえ。カメレオン。これはテンポも良くて好き。明日の朝刊乗ったぞてめえは分かりやすいし言いやすいしテンポもいい。これ以上東西新聞に余計な迷惑をかけたくなかったら、もうここで放棄しろ。今日中に蒸発しろ。早い方が迷惑は小さくて済む。二度と人前に姿を晒すな。おいしんぼ。貝原先生の暴言力にはただただ頭が下がるくて好き。どんなに綺麗に掃除されてても結局便所って汚いじゃない。残酷すぎる天使のテーゼやんけ。スナックバスへ。お姫様は女の子だけの1000倍特許じゃねえぜ。バスへも異次元多いと思う。ギャグ漫画のツッコミって作者のセンス出るよね。そうか、君は頭が悪くて他に取り柄がないから戦うことでしか自尊心を満たすことができないんだね。かわいそう。タフ。この流れるような罵倒。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか？ジョジョの奇妙な冒険。ジョジョ一部だとスピードワゴンのセリフがなんでこんなフレーズを思い浮かぶのって感じのばかりだ。こいつは癖ゲロイカの匂いがプンプンする絶根なワルには出会ったことがねえほどな悪環境で悪人になっただと違うね。こいつは生まれついてのワルだ。荒木の暴言センスはすごい。初期からしっかり荒木節出てるよね。なんだそりゃ、お前妄想もいい加減にしろよ。女の子はみんなマシュマロでできた妖精の類なんだよ。二人が忍ぶでん。これは子が。やはり女の子たちがキャッキャフフフしてる風景はいい。日頃の疲れでよどんだ血液も超サラサラですよ。秀逸。ハローハロー、僕から世界へ応答願います。僕らのコードは正しくつながっていますか？僕の世界は正しく回転している模様。システムオールグリーン。ブリーチ。主人公の友達その2くらいのキャラでこれである。オチもいいんだ。お前はもう死んでる。北斗の剣。1話でこれやるのつかみバッチリですわ。有名なエピソードだけど普通に倒しちゃインパクトないから時間差で倒れるようにしたってのが演出として生きてる。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。ジョジョの奇妙な冒険。セリフ回しならジョジョかな。独特すぎるセリフが多い気がする。漫画家さんの頭の中ってどうなってんだろう。僕にはとてもできない。こんなに何十年も頭に残るセリフの数々、まとめられてよかった。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。次はどんな漫画をまとめようかな。またよろしくお願いします。